皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。前回と前々回に引き続き、マッチングの話です。で、前回はなるべく多くのペアをマッチさせる最大マッチング問題を考えていきましたが、今回は個人の希望を考慮して、みんなをそれなりに納得させる安定マッチングの話をします。例えば、その結婚相手のマッチングだったり、学生と研究室のマッチングだったり、あとは研修医と研修病院のマッチングなどでは、別にペアリングの数を最大化したいという話ではなくて、そのマッチングの結果が不満で、後々ペアリングを無理やり解消したがる人が出てくると困ると、そういう話なので、そういうのはまさにみんながそれなりに納得する安定マッチングを求めることがふさわしい状況と言えます。で、安定マッチング問題を解くゲール・シャプレンのアルゴリズムは、ノーベル経済学賞を授与したことでも知られていて、社会実装の例もたくさんあります。そういうわけで、教科書には出ていない話題なんですけれども、今回は安定マッチングとその周辺について解説していきます。安定なマッチングを求める問題には様々なバリエーションがありますが、この授業では安定結婚問題とその発展系である研修医配属問題を考えます。正確な定義を述べる前に、まずは具体的な例を使ってマッチングが安定であるのはどういうことかというのを直感的に説明することから始めます。例えば男性と女性のマッチングで言うと、前回までの授業で考えたような完全マッチングとか最大マッチングの問題では、とにかく全員が結婚して余りが出ないマッチングだったら何でもいいとか、全員でなくても婚約が成立したカップルの数が最大なら何でもいいという思想でマッチングを求めていました。ですから、例えばこのように、向かいにいる人たちを適当にくっつけて、独身の人がいなくなったら、それで目的が達成されていたわけですよね。最大マッチングがぴったりハマるシチュエーションというのももちろんたくさんあったわけですけれども、現実の社会においては、もっと複雑で難しいマッチングの問題も多いです。実際、例えば結婚相手のマッチングとか、学生と研究室配属のマッチングとか、研修医と病院のマッチングとかでは、やはりそれぞれの人や組織にそれぞれの好みというものがあります。例えば男性と女性が5人ずついたら、各自の心の中には自分の好みによって5人の候補者を一列に並べた第1希望から第5希望までの自分なりのランキングがあるわけです。だから各自の希望を考慮せず適当にくっつけて、あなたはこの人と結婚すればいいとか、あなたはこの研究室に行けばいいとか、あなたはこの病院で働けばいいと決めてしまうと、集団全体で見ると一見完全マッチングが作れて、独身の人がいなくなってよかったと見えるわけなんですけれども、この何にも考えずに決めた完全マッチングを無理強いするというのは、実は得策ではないんですね。というのも、例えば、この4番の男性は D さんと結婚させられたんですけれども、4番の男性が一番好きだったのは C という女性なので、D さんと結婚した後も C さんと結婚したかったなと考え続けるはずです。実は C さんの方は3番の男性と結婚させられたんですけれども、C さんから見ても、現在の夫である3番の男性というのは、第3希望の微妙な人で、C さんから見ても3番の男性と結婚するぐらいなら、第2希望だった男性4番と結婚する選択肢の方が魅力的なんですね。ですから、このマッチングでは、5人全員を結婚させた後に何が起きるかというと、4番の男性が C さんに密かにアプローチして、今の結婚相手をお互いに裏切って2人で逃げようとそそのかしたり、C さんが4番の男性に本当は今の人よりもあなたの方がいいと伝えたりしたら、この2人は駆け落ちするなり浮気するなりして、で、押し付けられた結婚相手のマッチングを壊しにかかるんですね。その方が2人とも得をするからです。これと同じことが起きるペアというのは他にもあって、例えば4番の男性と A の女性もそうです。お互いに第一希望ではないけれども、今の相手と一緒にいるメリットが特にないわけなので、この人たちの結婚生活も長くは続かなくなってしまいます。さっきまで5組の夫婦がいたのに、残念ながらもう3組しかいなくなってしまいました。これでは何のために完全マッチングを求めたのかわからないですよね。このように実社会でマッチングを作る場合、やはりちゃんと長続きするマッチングになっていてほしいという状況はよくあります。この授業を受けている学生の皆さんにとっては、就職を希望する学生と、就職先のマッチングとか、
学生と研究室のマッチングとか、入学希望者と学校のマッチングという身近な例を想像すると、特に実感できるのではないでしょうか。つまり学生側の希望とか会社側の希望を考慮しないで適当にくっつけてしまうと、先ほどと同じ状況ですけれども、4番の会社は本当は D さんではなくて C さんをぜひ採用したかった。で、その C さんも3番の会社で働くよりは4番の会社がいいなと思っていた。というわけで、マッチングを壊しかねない危険なペアが密かに存在してしまうわけです。この状況では先ほどの男女の駆け落ちや浮気と同じく、4番の会社は D さんの就職内定を取り消して C さんに3番の会社なんかで働くのはやめて4番に来ませんかとこっそり交渉するし、C さんもそれならということで3番を裏切って4番に行ってしまいます。こういうふうに一度決まったことを後で覆すような勝手な行動をされるといろんな人が困りますよね。せっかく内定がもらえたのに内定を突然取り消された D さんのことを考えると、不安定なマッチングで就職先の斡旋とか学校の推薦をされても心配だから、どの道従わないといけないんだったら安定なマッチングにしてほしいなと皆さん思うのではないでしょうか。今日学ぶようにこの安定結婚問題という問題設定では、幸い安定なマッチングというものが必ず存在します。そしてそれは今日解説するゲールとシャプレーのアルゴリズムで効率的に求めることができます。安定マッチングというのは本当にいろんな社会的応用事例があって、特に有名なのは研修医の病院配属ですね。アメリカでは1952年からナショナルレジデントマッチングプログラムというものが始まって、研修医と病院の個別の就職活動によってではなくて、アメリカ中の研修医と研修医の受け入れをする病院の希望リストを集めて、ナショナルレジデントマッチングプログラムが研修医全員の安定的な配属先を機械的に決定するということが行われてきました。そのマッチングプログラムが始まった10年後の1962年にゲールとシャプレのアルゴリズムという良い方法が完成してからは、この方法が広く普及して、日本でも2003年から毎年ゲール・シャプレのアルゴリズムを使った医学部6年生と研修病院のマッチングプログラムが行われています。他にも腎臓の交換移植といって、例えば自分の家族が腎臓の病気を患っているので、自分の腎臓を一つ提供して家族を助けたいけれども、型が合わなくて移植できない人たちはたくさんいるんですけれど、そういう臓器提供の意思はあるのに、自分の家族に提供できなかったという、家庭内でマッチしなかったドナーとレシピエントのペアだけをたくさん集めて、他のお家から腎臓をもらって、他のお家に腎臓をあげるという、交換操作ができるマッチングを見つけてあげれば、どちらのお家の患者さんも腎臓の移植手術を受けられるようになるわけです。安定マッチングのアルゴリズムを作ったのはゲルとシャプレなんですけれども、それを実践して研修医の病院配属とか学校の割り当てとか腎臓の交換移植といった実社会の応用を開拓していったのはアルビン・ロスという人です。残念ながらデビッド・ゲールは2008年に亡くなったので受賞者には入りませんでしたけれども、この功績によってロイド・シャプレとアルビン・ロスは2012年にノーベル経済学賞を受賞しました。それほど世の中を大きく変えたアルゴリズムということです。というわけで、まずは安定結婚問題に焦点を合わせて、ゲール・シャプレンのアルゴリズムの解説をしていきます。安定結婚問題では N 人の男性と N 人の女性及び各自の好みを表す先行順序というリストが入力として与えられます。この先行順序というのは各自が自分の好みに基づいて N 人の異性全員を第1希望から第 N 希望まで一列に、すなわち全順序で並べたリストのことです。重要な注意点が2つあります。まず、同着はなしです。異なる人には異なる順位を必ずつけるものとします。そして空欄もなしとします。つまり、第4希望の人と結婚するぐらいなら独身でいる方がマシだということで、第3希望まで記入して第4希望は空欄にするということは許されないということです。先行順序リストの空欄を許す安定結婚問題については、後ほど少し言及しますけれども、ここではまずは全員が N 人全員の順位を記入するという問題設定で考えていきます。で、出力として要求されているのは N 組の安定マッチングです。
安定マッチングというのは、ブロッキングペアと呼ばれる駆け落ちや浮気をするペアが存在しないマッチングのことです。先ほどの例で見た通り、ブロッキングペアは今のマッチングで結ばれているパートナーよりもお互いに惹かれ合っているという、今のマッチングを壊す危険性をはらんだペアです。そういうペアがいないマッチングを安定マッチングと呼ぶわけです。じゃあ安定結婚問題の安定マッチングをどうやって求めるかということになりますが、一つ注意をしておくと、あり得るすべてのマッチングを検討して安定マッチングを探すという方法は現実的ではありません。というのもご覧の通り、あり得るマッチングの総数というのは N の階乗項ありますので、N が4の場合だったら十分可能ですけれども、N がもっと大きくなったら、少し大きくなっただけで現実的な時間では探索できなくなってしまいます。そんなアルゴリズムではアメリカ中とか日本中の研修医と病院の安定マッチングなんて到底見つけられないですよね。ですからもっと効率のいいアルゴリズムが必要となるわけです。というわけで、なぜこのアルゴリズムでうまくいくかは後ほど述べることにして、まずはこの問題を解くのに使えるゲール・シャープレーのアルゴリズムというのはどういうアルゴリズムなのかというのを具体例でまずは実演をしてみます。まず入力は先ほど述べた通りで、ここでは4人の男性と4人の女性がいて、それぞれの選考順序がこの表のようになっているとします。で、アルゴリズムの初期状態では、まずはどの人も誰とも婚約していないということで、マッチング M は空集合としています。さて、これからまだ婚約相手の見つかっていない男性1人ずつに順番が回ってきまして、男性は自分の番が来たら、ラウンド1では自分が一番好きな第一希望の女性にプロポーズ、ラウンド2では第二希望の女性にプロポーズをするという形で、自分のリストの最上位の女性から順番にプロポーズをしていきます。男性側に拒否権はありませんので、婚約者がいない男性は、自分のリストに書いた通り上から順にどの女性も飛ばすことなくプロポーズしないといけませんし、あなたが一番好きですとプロポーズして受け入れてもらって婚約中になった男性は、その女性に振られない限り自分から離れるということはできません。男性ができるのは、自分を振った女性を諦めて忘れること、つまり自分と結婚してくれる望みが絶たれた女性を自分のリストから削除するという操作だけです。一方、女性の方は自分からプロポーズすることはできなくて、男性からのプロポーズを待つだけです。男性と違って女性は男性からのプロポーズを断る、または現在の婚約者との婚約を破棄するという二通りのパターンで男性を振ることができます。ただし女性もみんなわざわざ結婚したくて集まっているわけなので、誰からもプロポーズされていない女性が独身でいたいからとか、第一希望の人じゃないと嫌だからという理由で断ることはできません。女性が男性を振ることができるのは、せっかくプロポーズをしてもらったけれども、私はもうあなたよりもいい人と婚約中だから、あなたのプロポーズには応じられないという時と、あなたとは一度婚約したけれど、もっといい人にプロポーズされたから、あなたとの婚約は破棄しますという時だけです。では、そのルールに基づいて始めます。誰からプロポーズを始めてもいいんですけれども、例えばここでは1番の男性から始めてもらうことにしましょう。1番の男性の選考順序リストのトップに来ている女性は D さんです。この1番の男性は、D さんにとっては第3希望の人なんですけれども、D さんはまだ婚約相手が見つかっていないので、プロポーズされただけでもありがたいわけですから、まだ婚約相手がいない D さんは無条件で男性1のプロポーズを受け入れます。というわけで男性1と女性 D というペアがマッチング M に追加されます。男性1は第一希望の女性 D と婚約をしましたけれども、女性 D から見ると、とりあえず第三希望の男性は確保できたという状況なので、今後もっといい男性がプロポーズしてきて、自分からそっちに乗り換えない限り、今の婚約相手の男性が自分から離れていくことはないので、とりあえずチャンスが来るまで今の男性をキープしていれば、今より悪い男性とマッチすることはないんですね。ですから、女性 D と男性1が婚約したこの時点で D の第4希望だった3番の男性は女性 D の視界に入らない存在となります。この眼中に入らなくなった男性を女性が黒く塗りつぶすというのは別にアルゴリズムの動作には必要ないんですけれども、ここでは何が起きているのか分かりやすく説明するために、もう考えなくていい人のことは黒く塗りつぶしていきます。
さて今1番さんのプロポーズのラウンド1が終わりました。プロポーズしたい男性たちはまだまだ残っていますので、次はまあ誰でもいいんですけれど、例えば2番の男性にプロポーズをしてもらうことにしましょう。すると2番さんの第一希望の C さんはまだ空いていますから、先ほどと同様に2番と C さんの婚約も成立します。C さんも無事にとりあえず第3希望の男性を確保できました。で、次は例えば、3番の男性に第一希望の女性 C さんにプロポーズをしてもらいます。すると先ほどとはちょっと違う状況になります。さっきまではまだプロポーズタイムが始まったばかりだったので、ほとんどの女性がフリーで、男性はプロポーズをすれば無条件で婚約できるという状況でしたが、今やカップルが増えてきていて、C さんもすでに2番の男性と婚約してしまってるんですね。とはいえ、日常生活の一般常識では自分がプロポーズしたいからといって、すでに婚約者のいる人にプロポーズをするというのは通常ないと思いますが、ゲール・シャプレのアルゴリズムでは男性はそこは全く気にしないで、とにかく自分が一番プロポーズしたい女性にプロポーズをしますので、なので3番の男性は今2番の男性が座っている席を自分のものにするために、第一希望の C さんにプロポーズして、今の婚約者と自分のうち、より好きな方を選んでくださいと C さんに要求します。C さんのリストを見てみると、実は C さんにとっては、2番の男性よりも3番の男性の方が上なんです。だから C さんにとっては第3希望の男性をキープしながら、狙っていた乗り換えチャンスが到来したという状況ですので、C さんは2番の男性との婚約は破棄して、3番の男性と婚約します。2番の男性は C さんに振られて追い出されます。第2希望の男性に乗り換えた C さんは、もう第3希望以下の男性は視界に入らなくなりますよね。で、一方で男性の方は状況が違って、先ほど2番の男性が退場させられたように、3番の男性もいつ C さんに追い出されるかはわからないわけですから、3番の男性が最終的に C さん以外の女性と結ばれる可能性はまだまだあります。よって C さんは第3希望以下の男性を黒く塗りつぶしてリストから削除しましたけれども、C さんと違って3番の男性の方は第2希望以下の女性をリストから削除するわけにはいきません。この違いに注意してください。男性側のリストに黒い塗りつぶしが現れるのは、今の2番の男性のように女性に振られてその女性とは結婚の望みがなくなって、その女性を忘れなければならない時です。2番の男性は今後 C さんに再びプロポーズしたとしても、C さんはもう第3希望以下の男性なんて眼中にないのですから、C さんが2番の男性のプロポーズに応じるということは今後に二度とありません。というわけで、2番の男性は自分のリストの第一希望だった C さんを黒く塗りつぶして、C さんはもういないものと考えて C さん以外の女性にプロポーズをしていきます。今回の例は3番の男性が婚約者のいる女性にプロポーズをして、たまたまそれが受け入れられてカップルの組み替えが起きたというパターンですけれども、もちろん婚約者に勝てなくてプロポーズをしても単に振られて終わるというパターンもあります。例えば仮にこの図に書かれているリストと違って、4番の男性の第一希望が C さんだったとすると、4番の男性は自分の番が回ってきたら C さんにプロポーズをしますよね。でも C さんにとって4番の男性というのは、もう黒く塗りつぶし終わった第4希望なので、そのラウンドでは単に4番の男性が C さんに振られて、自分のリストから C さんを削除するだけです。4番の男性はその次のラウンドで C さんの次に好きな第2希望の女性にプロポーズをすることになります。あとはもうあぶれている男性が残っている限りずっと同じことを繰り返しやり続けます。例えば2番の男性にとっては現在の自分のリストに残っている女性の中では A さんが一番上なので、このラウンドでは A さんにプロポーズをして、それが受け入れられます。4番の男性はこの例では第一希望が B さんで、B さんは幸いまだ空いていますので、B さんとの婚約も成立します。というわけで婚約していない男性が一人もいなくなって、誰もあぶれていない男性と女性の完全マッチングが見つかりました。GS アルゴリズムはこの時点でのマッチング M を出力して終了となります。今の実演を見て GS アルゴリズムの動作は分かったと思いますが、なんでこの方法で安定結婚問題に対する正しい答えが得られるのかというのはまだ分からないですよね。つまりこのアルゴリズムでなぜブロッキングペアのない完全マッチングが求まるのかということです。
というわけで、ゲール・シャプレンのアルゴリズムは有限界で終了する。終了時には完全マッチングが得られ、それは安定マッチングになっているということを順番に証明していきましょう。まず、アルゴリズムがちゃんと終了するということは簡単に言えます。GS アルゴリズムでは、男性はどの女性にもたかだか1回しかプロポーズをしなくて、男性の人数 N というのも女性の人数 N というのも有限ですので、有限界のステップでアルゴリズムは終了します。次に、得られた男女のペアの集合がそもそもマッチングになっているということ自体は、男女ともに複数の人と同時に婚約できないということを考えれば明らかですよね。では、それが完全マッチングであること、つまり全ての男性に婚約相手が見つかるということを示しましょう。もしも最後まで婚約できなかった男性 M がいたら、M は自分の先行順序リストを使い果たしていて、女性全員にプロポーズをして全員に振られたということになります。GS アルゴリズムにおいて、女性は一度誰かと婚約したら他の人に乗り換えることはあっても、婚約者なしの状態には戻らないので、男性 M を振った経験が女性全員にあるというのは、すべての女性がもう他の誰かと婚約中であるということを意味します。男性と女性は同じ人数いるので、女性が全員マッチしているのに、マッチしていない男性 M がいるというのはおかしいですよね。よって GS アルゴリズムでは最終的に完全マッチングが得られることが分かりました。では、そのマッチングが安定マッチングであるという一番肝心な部分の証明です。GS アルゴリズムが出力したマッチングに、この右の図のようなブロッキングペア MW があると仮定します。GS アルゴリズムでは男性は一番好きな女性から順にプロポーズしますので、M は Y へのプロポーズ以前に W にプロポーズをしているはずなんですけれども、結局最終的には M と W は結ばれていないので、W は M を振った。つまり M よりも好きな男性と婚約して今に至っているはずです。これは MW がブロッキングペアであることに矛盾しますので、仮定が間違っている。つまり GS アルゴリズムが出力するマッチングにブロッキングペアが存在しないと言えます。これで証明終わりです。というわけで、ゲール・シャプレーのアルゴリズムは安定マッチングを出力するということが分かりました。安定マッチングとゲール・シャプレーのアルゴリズムについては、いくつかの興味深い注意点があります。先ほどのアルゴリズムの説明を聞いて、男性の立場と女性の立場が随分違うなと感じた方は多いはずです。男性からのプロポーズではなくて、女性からプロポーズしたらどうなるのかと思った方もいらっしゃると思います。お気づきの通り、ゲール・シャプレンのアルゴリズムは男女平等ではありません。男性と女性の集合自体は対象ですので、男女の役割を入れ替えて女性からプロポーズをする GS アルゴリズムも当然安定マッチングを出力することになりますが、一般には男性からプロポーズをする場合とは違う安定マッチングとなります。男性からプロポーズをして女性は受け身で待つだけというのがオリジナルの GS アルゴリズムですけれども、これで得られる安定マッチングというのは、実は男性にとって一番嬉しくて、女性にとって一番嬉しくない安定マッチングになっています。より正確に言うと、どの男性にとっても、すべての安定マッチングの中で最善の相手が見つかっていて、どの女性にとっても、すべての安定マッチングの中で最低の相手が見つかっているという特殊な安定マッチングが得られます。このようなマッチングは、男性最適安定マッチングと呼ばれています。男性と女性の間にはトレードオフがあって、男性最適というのは女性最悪と同じです。この表の紫色の部分が示す通り、男性は自分が一番好きな女性から順にプロポーズをしていくので、男性はみんな第一希望とか第二希望とかで相手が決まっていますよね。それに対して女性の方は、プロポーズを拒否したり婚約を破棄したりして、なんとなく男性よりも立場が強いように見えたかもしれませんけれども、女性側は自分の第一希望を主体的に選べるわけではないので、結果的にはご覧の通り、あまり満足のいく相手と結ばれない傾向があります。女性の中で A さんだけは唯一第一希望を叶えていますけれども、これは女性最悪安定マッチングで第一希望の相手と結ばれているということは、A さんと2番さんは全ての安定マッチングで必ず結ばれるカップルということになります。アルゴリズムの挙動を考えると、
もしも互いに第一希望同士の相思相愛のペアであれば、常に結ばれるというのはわかると思いますが、この A さんと2番さんのように必然的に結ばれるペアというのは、必ずしも第一希望同士とは限らないわけです。さて、今見たように安定マッチングというのは一つとは限りません。今回はその個数については述べませんけれども、この例ではあり得るマッチング24個のうち安定マッチングはご覧の3通りです。今回は単に男性最適安定マッチング、あるいは男女を入れ替えた女性最適安定マッチングを求める方法を話しましたけれども、安定マッチングの中で、例えば一番男女平等なものを求めるとか、全体の不満が一番小さいものを求めるなどのように、何らかの基準で最適な安定マッチングを求めるという問題もたくさん研究されています。それに関連して念のため注意をしておきますと、安定マッチングっていうのは必ずしも不満を最小化するマッチングのことではありません。あくまでもブロッキングペアがいないので、単に変化が起きにくいマッチングのことです。例えばこれは学生と企業のマッチングで、学生から企業にプロポーズをする学生最適、企業最悪な安定マッチングの一例です。学生は結構自分の希望が叶っていますので、それなりに満足をしているはずなんですけれども、ご覧のように企業の方はそうでもなくて、特に5番の企業はなんでうちが第5希望の学生しか採用できないんだと不満を持っているかもしれません。でもこの5番の企業が強く望んでいた学生 C、学生 A、学生 E は全員第一希望の企業にマッチしているので、5番の会社がうちに来ませんかと裏で交渉する余地はないですし、残りの学生 B にとって5番の企業は全然行きたくない場所ですから、交渉しても振り向いてくれることはありません。このようにたとえ不満があったとしても、どの学生にもどの企業にも自分と駆け落ちをして一緒に抜け駆けしてくれる相手が存在しないので、どうにかしたくても手も足も出せないマッチングということなんです。そういう意味で安定マッチングっていうのは、不満があるかもしれないけれども、全員が納得するというか納得せざるを得ないというマッチングです。この安定マッチングと比べて、こちらは何も考えずにマッチさせたので、ブロッキングペアを持つ不安定なマッチングですけれども、誰も第一希望を叶えていないという代わりに、誰も第4希望とか第5希望には回されていないので、場合によってはこちらの方がいいと思う人もいるかもしれません。このように安定マッチングならばいいマッチングだというわけでもありませんので、実際のマッチングの応用に関しては、本当に安定マッチングを求めたいのか、求めたいとするとどんな安定マッチングを求めたいのかというのを明確にするべきだと思います。ここからは安定結婚問題の発展系といえるいくつかの問題について知られていることを軽く紹介していきます。先ほどゲール・シャプレンのアルゴリズムを実演したときに、全員の順位を決めてリストを作らないといけないなんて、ちょっと人数が多かったらすごく面倒だなとか、第100希望まで書いて第100希望の人と結婚させられるぐらいなら独身でいたいなと思った人もいるかと思います。それはもっともな話で、安定結婚問題のバリエーションの一つとして、ペアになりたくない人のことは先行順序リストに書かなくていいという問題もあります。つまりご覧のようにリストに空欄があってリストが不完全ということですね。幸いリストが不完全な安定結婚問題に対しても安定マッチングは常に存在して、ゲール・シャプレンのアルゴリズムとほとんど同様のアルゴリズムで求めることができます。ただし、リストが不完全になると先ほどと違って安定マッチングが必ずしも完全マッチングになるとは限りません。極端な話をすると、すごく高望みをして第一希望しか書かないというような人がいたら、その人の希望は叶わないということも当然あるわけです。この表に書かれている先行順序だと、右の図のようなサイズ3の安定マッチングが得られます。さて、安定マッチングは複数あり得るわけなんですけれども、興味深いことに、先行順序リストに空欄があって不完全な安定結婚問題では、どの安定マッチングも同じサイズになるということが知られていて、一つの安定マッチングが3ペアだったら、これよりもペアの数を増やすということはできないんですね。左側に書かれているのが先ほどの図の安定マッチングで、右側に書かれているのは別の安定マッチングですけれども、左にしても右にしても、一つの表の中に紫色の部分は3箇所だけなので、いずれも結婚できるペアは確かに3組だけとなっています。さらに面白いことに、左と右は別々の安定マッチングですけれども、
左の安定マッチングで結婚できた人の集合と結婚できなかった人の集合を書き出して、右の安定マッチングで結婚できた人の集合と結婚できなかった人の集合を書き出してみると、それらは左右で合致することが観察できます。なんとこれは偶然ではなくって、先行順序リストが不完全な安定マッチングでは、結婚したい男女の集合というのは、どの安定マッチングでも結婚できる人の集合と、どの安定マッチングでも結婚できない人の集合に分割できるということが知られています。つまり、ゲル・シャプレンのアルゴリズムで結婚相手が、マッチングの相手が見つからなかったら、それはアルゴリズムのせいではなくて、どんなアルゴリズムで安定マッチングを求めたとしても、その人の結末は常に同じで、必然的に独身となります。この結果は絶望の定理という面白い名前で知られています。安定結婚問題のさらなる発展が研修医配属問題です。冒頭で述べたように、研修医の病院配属とか、学生の研究室の配属とか、生徒と学校のマッチングというのはこれに該当します。安定結婚問題と違って、研修医配属問題は、男性と女性の結婚のような1対1のマッチングではなくて、病院とか研修医とかにそれぞれ受け入れ可能な人数の上限が設定されていて、一箇所にその定員に収まる範囲の複数の人が配属されるという1対多の問題です。かつてのアメリカの研修医マッチングプログラムでは、研修医として働く予定の医学生が研修医の受け入れ可能なすべての病院の希望順位を書いてたそうなんですけれども、とはいえ、それでもさすがに病院の方はアメリカのすべての医学生に順位をつけることはできませんので、慣例として研修医配属問題では、先行順序リストは不完全で良いということになっています。安定結婚問題と違って1対1ではなくて1対多の配属問題ですので、どの研修医がどの病院にマッチしたかというのを何も考えず左の図のように赤色で書いてしまいますと、これ自体はグラフ理論の意味ではマッチングではなくなってしまいますよね。でもそれをご覧の通り適切に修正して、研修医を3人受け入れ可能な病院だったら、1人とだけ契約できる病院が3個あるんだとみなすことで、1対1のマッチングである安定結婚問題と同じ形に変換して、ほとんど同じ要領で安定マッチングを見つけるということができます。ちなみにかつてのアメリカでは病院からプロポーズをする病院最適安定マッチングが採用されていたそうですけれども、これはあんまりメリットがなくてデメリットも多いので、今日では病院とか研究室とか学校の安定配属問題では、普通は病院とか研究室からではなくて、研修医とか学生という個人の側からプロポーズをするという、研修医最適安定マッチングが採用されています。というわけで、研修医配属問題は安定結婚問題と本質的に異なる問題というわけではないので、安定結婚問題で成り立つ結果の多くが研修医配属問題バージョンに自然に一般化されています。例えば先ほど紹介した絶望の定理の研修医配属バージョンと言えるのが、田舎の病院定理というこれもまた面白い名前の定理です。ステートメントが3つありまして、まず1つ目は先ほどの絶望の定理をそのまま拡張したものです。残念ながら研修医の集合も医学部を卒業した後の就職先が必ず見つかる人と必ず見つからない人の2つに分割されます。2つ目は先ほどはマッチング全体のサイズは全ての安定マッチングで同じだと言いましたけれども、研修医配属問題の場合はどうなるかというと、どの病院も配属される研修医の人数は全ての安定マッチングで同じとなります。で、3つ目が田舎の病院定理と言われるゆえんですけれども、都会の病院で働きたい人は多いので、田舎の病院というのは仮に希望者がそれなりに多くっても、都会の病院を優先的に志願して、田舎の病院の希望順位を低く書く人が多いので、研修医最適、病院最悪な安定マッチングであることを、想像すればわかる通り、結果的には田舎の病院ほど定員割れになって人手が足りない上に、あんまり来ないで欲しかった人たちだけが流れてくるわけなんです。で、しかし残念ながらこの定理の2番目のステートメントによって、どの病院でも配属される研修医の数は変わらないわけですので、定員割れした田舎の病院は全ての安定マッチングで定員割れになりますし、さらにこの3番目のステートメントの通り、全ての安定マッチングで全く同じ顔ぶれの研修医が配属されることになります。研修医配属問題については、実際に医師臨床研修マッチング協議会のサイトを見ていただくといいかと思います。
アルゴリズムの解説をするアニメーションもありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。最後にこのような安定マッチングを今後経験するかもしれない方のために、おまけとして一つ補足をしておきますと、実は GS アルゴリズムはプロポーズする側、男性、研修医、学生に対する対戦略性という良い性質を持っています。これは男性プロポーズの GS アルゴリズムでは、男性は自分の選考順序リストに嘘を書いても得しない、より良い相手とマッチすることはないというものです。対戦略性を持つことの良さは、GS アルゴリズムとはまた別の対戦略性を持たないボストン方式というアルゴリズムと比べると分かりやすいです。これは GS アルゴリズムと違って、一度婚約できたらカップル成立が確定して、男性は後で婚約破棄をされたりしないんです。だからファーストラウンドでさっさと決めないと、どんどん売れ残りと結婚させられることになります。ですから、もし自分の本命の女性が自分のことを全然好きじゃないと最初から分かっていたとしたら、その叶うはずのない第一希望を正直に書くと損をするんです。そういう時は別にそんなに本当は好きじゃなくても、自分のことを好きであろう人のことを第一希望に書くという打算的なことをした方が得をします。でも GS アルゴリズムではそういうことはありませんので、プロポーズする側である男性とか研修医の皆さんは、希望する順序に小細工をしても得することはないので、思うことを正直に書いてよいということになります。ただ GS アルゴリズムはやはり男女平等じゃなくて、事実上はそんなに影響しないとは思いますけれども、プロポーズされる女性側、すなわち病院や学校などの組織の方は、本音と違う順序をリストに書くと得する場合があります。その辺をもっと詳しく知りたいという方は、安定マッチングに関する参考書、安定マッチングの数理とアルゴリズム、トラブルのない配属を求めてなどをご覧ください。無料で読める解説記事なども URL を記しておきます。というわけで今日は安定結婚問題と研修医配属問題という安定マッチングの問題とその周辺の話をしました。安定マッチングは奥が深いですけれども、ゲール・シャプレンのアルゴリズム自体は難しくなかったですよね。皆さんもぜひ自分で安定マッチングを求められるようになってください。